はい、今日は救急車の鳩に、GPS 装置つけたいと思います。ちょっと普段のつけてるチップリングよりは大きいんですけど、こんぐらいですね。大きいんですけど、これをちょっと GPS 今回奄美大島から、個人的に、連合会レースとかではなくて個人的に、装着して奄美大島から沖縄本島までどういった経路でどういった、高度、どういった期間コース、いろいろ皆さん鳩がどうやって帰ってくるのか興味があると思いますので、 GPS を使って実験したいと思います。で、この GPS 遠藤さんという方が、去年、琉球連合会通して、装着して、期間コースをデータが欲しいということで、期間コースのデータが欲しいということで、協力してほしいと連合会の方で、一度は協力してます。で、今年はちょっと連合会ではちょっと引き受けられないということなので、個人的に、装着して、奄美大島から沖縄本島、自分の急所までのデータを取りたいと思っています。それで早いうちからちょっと GPS の重さに慣れてもらうように、本当は自給車だけじゃなくて、他の厩舎の鳥にもつけて、期間調べたいとやった方がいいとは思うんですけど、自分の鳩だけでちょっと今回はやりたいと思います。はい、いい感じの、今年生まれの鳥ですね。うちの鳥はゴードンが主流で、あとは、ロードホフだったり、輸入系もいますけど、ほとんど300キロ海上は飛んでるラインではあるので、奄美大島からだったら帰ってくれるはずなので、ちょっとそれは期待して装着したいと思います。どういった期間コースで帰ってくるのかっていうのが一番今のところ興味があるので、それでつけたいと思います。こんな感じですね。ちょっとでかいっすよね、やっぱり。で、いつもチップリングにも、自分の、名前と電話番号が貼ってあるシールあるんですけど、これを貼り付けておきます。こんな感じですね。この GPS データが欲しいって言ってるのは、スイスの、大学の先生だそうで、
自分もこのスイスの先生には会ったことないんですけど、今回奄美大島で YouTube やってるポツンとやってますのポツンとさんと一緒に協力して、ちょっとこのどうやって帰ってくるのかっていうのとか、向こうで奄美大島でこのチップで GPS をどういう風に装着して供給するのか、その様子までちょっと何回かに分けて放送していけたらいいかなと思ってるんで、まずは自分がこの訓練して奄美から帰れるようにしっかり訓練してやっていくところから始めたいと思います。これからちょっと使い始めるライデルホーフェンとか、そういったまだ使ってることのないスピードバードなどもちょっと使っていきたいと思っています。これでデータが取れたらまた面白いと思うんでやっていきたいと思います。装着したんでこれがうちのシューマンゴードンのだいぶ謹慎になった鳥です。白が出るんですよね。元はブラックとか本当黒い鳥が多いんですけど、こうやって白い鳥も出ます。こいつはもう目白の色素で目がちょっとブドウ目っぽくはなってますけど、うちのシューマンゴードンです。師匠の狩俣うちの師匠の狩俣厩舎のゴードンですね。この鳩たちでだいぶ600キロ返させてもらったり、あとは、800キロですね、800キロ返したりとかしたんで、とっても優秀な血統だと思っています。手持ちもいいし、すごい好きな鳥たちです。さっきの鳥たちとは全然大きさも違うし、形も違うし、別物ですね、本当に。こっちはもう自分の好きなタイプっていう感じで買ってます。これは千葉の東金セントラルの、小川康俊厩舎から、譲っていただいたハリーの近親のメスがいるんですけど、そのメスの子供ですね。一つはちょっと、奄美のポツンとさんに送りましたけど、ちょっとこいつでも結果が出てほしいんで GPS もつけてどういう期間コースで帰ってくるのか試したいと思います。小川さんの鳥もまだうちでは飛ばしてなくて、ただ委託先とか、宮本レーシングとかの委託先では結構結果出してくれてます。他で飛んでるのでうちでも飛んでくれると思ってます。なので本格的にちょっとうちで飛ばし始めるのが今年なので、ちょっとこの鳥たちも頑張ってほしいですね。これは、GPS もつけてちょっと
個人的な甘みもやるんですけど、連合会のレースにも参加させたいと思います。これは、鹿児島の上村さんから送られてきたシオンの子供です。上村さんは、琉球連合会の鹿児島放給してもらってる方で、上村電機で YouTube やってるのも皆さん分かる方多いと思うんですけど、その上村さんの、そこから来たシオンの子供です。今回初めて引いたのでいい結果できてくれるといいと思っています。この鳩もGPS は取り付けますけど、琉球連合会のレースにも参加させたいと思っています。こいつは、この栗もゴードンです。うちブラックだけのゴードンじゃなくて栗もいます。シューマンゴードンの栗ではないんですけど、でもほぼほぼシューマンゴードン、モーリスゴードンっていう感じですね。今年はちょっと栗が多く出てます。いつもはブラックとかが多いですけどね、今年は栗が多いです。この鳥たちも600キロとか300キロとかではだいぶ活躍してくれたので GPS つけて、期間がちょっとパーセンテージが少しでも多いものに取り付けていきたいかなと思って、その血統に取り付けています。栗のゴードンです。かっこいいですね。この鳥も小川さんのとこからの後の子供なんですけど、いいですね。これの兄弟は宮本レーシングでチャンピオンまで来てます。異母兄弟です。異父兄弟ですね。父親違いなんですけど、今年の配合も結構楽しみな配合やったんで、これは宮本レーシングだけじゃなくてうちでも飛んでくれると思います。だからこの鳥たちも会場でうまく飛んでくれて、ちょっと結果が出てくれると本当に嬉しいですね。この鳥もロードホークかけるゴードンです。見えてますかね。これも今年生まれです。これベルベットがかったちょっと茶さびみたいなベルベットがかった色が出るのも特徴ですね。シューマンの特徴ですね。うちの目もこれは銀目シューマンの目してますね。ただ形はちょっとロードホフの骨格してます。血は高めだし、肉付きはもうすごいいい感じです。ちょっと詰まった感じには出てますけど、多分飛んでくれると思います。
鳥もシオン×ゴードンですね。これの親はアメリカのシオンですね。メス親は、父親はゴードン。ちょっとシオンも今回はちょっと取り入れて飛ばしてみようと思ってます。まあ缶はまだ3枚目ですね、この鳥は。このダミーの GPS にちょっと慣れてもらって、まあちょっと重いかもしれないですけど、まあ実際去年は、琉球連合会で試した時に一応機関コースはある程度分かったんですよ。まあ、海結構海っていうか、この島と島があったらすごい大回りして帰ってくるのかなっていう説が結構有力だったんですけど、実際その時のこの GPS つけてた鳩たち、まあ結果が分かった鳥たちに限っては島伝いというか、その一直線ぐらいの帰り方でしたね。あの時はこの沖縄本島からGPS をつけて、沖縄本島でこの持ち寄りの時に GPS をつけて、でそこでまあ何日後かに飛ばすっていう感じなので、4日だったかな、まあ持ち寄り日合わせるとまあ4日ぐらい空いたと思うんですよ。なので放給まで4日空いたということで、その GPS のそのたどる時間というか、そういうのがすごい間に間隔があったんですよ。それでちょっとまあデータは取れたんですけど、そのまあ細かいところがちょっとやっぱり足りなくて、今回はだからそのまあ遠藤さんとそのスイスの大学の先生が奄美に行って、まあ装着してもらいます。まあ、そこでポツンとさんと一緒になってもらって、ちょっとポツンとさんが鳩を捕まえて、まあ遠藤さんとかスイスの先生がGPS を装着するという形になりますね。まあ、これ琉球連合会のレースではなくて、まあ、あくまで個人訓練という形なんですけど、まあ、いいデータが取れればいいと思ってます。まあ、なので、奄美でその GPS を装着するということで、結局その奄美で GPS を取り付けてそのまま放給するので、細かいデータが取れるということで、ちょっと期待してます。まあ海の上で本当に高度をどれぐらいで飛んでるのかとか、あとは、まあ、スピードですよねとか、あと例えば島伝いに消えるんだったら島に降りるのかとか、そういうとこもちょっと見たいですね。で、島に降りて休むのか、それともすぐ飛び立つのか、例えば水場があってそれで水飲んですぐ飛び立つのかとか、まあいろいろ本当に知りたいところはいっぱいあるんで、でまあ昔からまあよく言われる船で帰ってくるっていう鳥もいるっていう話も聞くんで、まあどっかのこの帰ってくる途中で漁船だったり
貨物船だったりが通ってて、その船の上に乗っかって帰ってくるんだったらそれなりのデータもあると思うんで、まあそこら辺も楽しみですね。うちも前は、ちょっと前はちょっと600キロ優勝したり800キロ帰ってきたりとか、いろいろやってたんですけど、今回はなんか最近は全然飛ばし込めてないんで、俺のせいですけどね。すごい素晴らしい鳥の子孫です。師匠の作った鳥で自分がこっちで飛ばしたっていう感じなんですけど、スピードマスターっていう名前がついてますね。それの子孫です。こいつらも、大事に飼ってるんですけど、本来はもっと結果が出そうな気はするんですけど、やっぱり管理の問題ですよね。訓練ちゃんと行ってるのか、それともだらだらただ飛ばしてるだけなのかでは全然違うと思います。時間がないっていうのもあったり、ちょっと忙しいっていうのもあるんで、みんなそれぞれいろんな事情があるとは思いますけど、本当は、がっつりのめり込んで飛ばしたいですけどね。こんな感じですね。これはファンダイクですね。ダイヤモンドビクトリーっていうビルク・ファンダイク作の優勝馬とかいたんですけど、小川さんのところの流れで下取りで、そのビルク・ファンダイク作のダイヤモンドビクトリーの、孫になりますね。で、吉田さんのキープランビクトリーっていう、これもビルク・ファンダイク作の優勝馬といるんですけど、その鳥の孫でもありますね。ビルク・ファンダイク作同士、ビルク・ファンダイク作賞の優勝馬とメス型オス型どちらも優勝馬との筋ですね。これが会場で通用するのかどうかっていうのはちょっとまだわからないんですけど、やってくれると思います。結構夢の配合の鳥です。ダイヤモンドビクトリーの直がメス親で、キープランビクトリーの子供がオス親、どちらも優勝馬の子供の両親なんですごいと思います。形はちょっと大きめですね。大きめなんですけど軽くて、なんか一発ありそうな鳥です。こいつにもちょっと GPS 取り付けます。これがちょっとその600キロ優勝馬とに似てますね。目の感じとかはスピードマスターに似てる鳥です。さっきの銀目の鳥と同服ではあるんですけど、この鳥もちょっと期待してますね。こうやっていつもゆっくり後だけ見て
歩兵ってしてられる時間があればすごい幸せなんですけどね。そうもいかないですけど、スピードマスターに似てますね。まあ最終的に40個 GPS 取り付けられればいいかなと思ってます。あと23個くらい遠藤さんから送られてきたら、送られてくる分ですね、ちょっと取り付けて、他の鳥たちまだいるんで取り付けて、どういう結果が出るかちょっと楽しみにしたいと思います。今日は GPS 取り付けの動画でした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。